魚の旨味を48時間で全て引き出す。今日はそんな魚屋のアナログすぎる挑戦企画です。こんにちは、魚屋の森です。さあ、今日は何の日かなということで、ここで皆さんに発表があります。今年もアナログマーケットに参戦いたします。オーディオテクニカさんが毎年主催されている感性を刺激する飲みの市アナログマーケット、これに私たちも過去2回出させていただいてるんですけど、1個目はフィッシュバーガー限定ハンバーガーを販売して、あっという間にね完売してありがとうございました。で、2個目は魚屋さんを南青山でやるっていう、かなり斬新な企画をやらせていただいたんですけども、オーディオテクニカさんが大事にしているアナログっていうねテーマをもとに、今年はなんと築地で開催します。11月2、3日日曜日と祝日ですね、3連休の最終土日曜日に築地本願寺にてアナログマーケットが開催されます。そこで魚屋の森さん、今年はラーメン屋さんをやります。これ結構リクエストあったんだけど、やっぱりね、魚で何が一番アナログで手がかかるかっていうと、やっぱり出汁、この出汁っていうのに向き合ってみようと思います。今日に至るまで1年構想で今日に至っております。魚の旨味を究極に閉じ込めた魚屋の究極の魚骨ラーメンを、本当に私これね、一から仕込みを全部頑張ります。アナログで。それは皆さんに2日間数量限定ではありますけども、しっかり食べていただきたいなと思いますので、今日はその調理大公開しますということで、行ってみよ豚骨ラーメンは聞いたことありますけど、魚骨ラーメンとは。素人は困るね。旨味はどこに入ってるかっていうと、骨なんですよ。魚と向き合ってこの15年間、やっぱりそれぞれの魚の調理方法とか、温度帯だったりとか科学なんですよ。魚って本当に科学を突き詰めていくと旨味を出したりとか、料理がめちゃくちゃ面白いっていうのに薄々気づいてたんですけど、今日はその魚の旨味を究極に引き出す手法って結構いろんな料理方法があるんだけども、これを5個使って味を引き出していきたい。なので今回のラーメン屋さんの店名決めました。発表します。ゴミ5法という名前で、魚の旨味、5種類どころではないと思うんですけど、5つの手法で引き出したラーメン、これから作っていきます。まず1個目はね、ベーススープを作ります。で、ベーススープに使う手法は焼く、煮る、これをやっていきます。今回クリアな旨味でも出していきたいので、使うのカマとこの中骨のところ、この2種類を使って出汁を作っていきます。で、しっかり血をね抜いてあげるのと、内臓なんかをしっかり処理して、臭みの原因となる部分を取ってます。これを今からこのまま煮るんじゃなくって一回素焼きしていきます。焼くっていう手法は何なのかっていうのなんだけど、魚のタンパクを両方硬くさせて、旨味の成分がその時に油がね表面にジュッと出てくるんですよ。そうすることによってこの表面の旨味を出汁にする時に取りやすくするっていう効果があるのと、臭みが消えるんですね、煮る時に。なので一回これ焼いてあげるっていう工程を取ります。こうやってタンパク質が今もう炭化しているのが分かると思うんですけど、油の融点を超えた時に皮目の方、上の方に出てくることで魚の旨味が表面に出てきて、こうやって肉をね凝縮することによって舌に感じるお魚の旨味を分かりやすくする。これが焼くっていう工程です。表面にどんどん出てきててね、焼きすぎると油全部滴り落ちちゃうので、ちょうどこうやってね、この状態、これで揚げていきます。で、昆布入れます。一個一個ね丁寧にちょっといろいろ試したんだけど、この昆布と一緒にだし使っていきたい。煮干し、やっぱこれ入れるとラーメンってコク出てめっちゃ美味しいので、今回煮干しのお出汁でいきます。このまま入れると結構雑味があるので、煮干しってこの頭とこのお腹の黒いところ
これ取っちゃいます。この取ったところは後で食べる、ふりかけにして。多分仕込みを300食以上はやるんだけど、私一人で全部仕込むから、これはね責任持って私全部やるよ。これ全部取れました。これで2時間で出し取ります。はい、ということで2時間経ちました。この出汁をさらに今から煮るっていう手法を使って旨味を引き出していきます。今から香味野菜を入れていきます。白いとかね、後で使います。あともう一個が生姜。これ割と魚骨やってみて思ったのは、やっぱり臭みがちょっと気になったりするんで、生姜を入れてその臭みを消すっていうことをやっていきます。これね、皮きれいに洗ったらもう皮付きで入れちゃいます。その香り出るので香味野菜入れます。これ本番はいろいろ作って、もう一個結構特徴のある野菜を入れようと思ってます。これは今日はもう公開せずに、当日の隠し味お楽しみというところで当てていただければなと思います。それ入れると本当に美味しくなる。じゃあここで真鯛の骨、豆乳、カマ。よし、これで具材全部入りました。で、この煮るのポイントは、魚の旨味をどこで味わうかっていうのが煮る温度で変わるので、今回100度、かなり強火で煮ていきます。90度、結局沸騰しないぐらいの温度だと身の中に旨味が残るんですね。100度以上なら魚の中の細胞の中の水分も一緒に沸騰するから、魚の旨味をスープに一緒に連れ出すんですよ。なのであえて強火で沸騰をゴトゴトさせて、このスープに魚骨の旨味を全部出すっていう工程をやっていきます。ただね、昆布だけは沸騰させるとえぐみが出るので、これ沸騰直前で引きます。これね、だいたい3時間は最低煮込んでいきたい。まだ沸騰してないけど、沸騰しだしたアクが出てくるから、アクを取りながら3時間ぐらいスープのお世話をしていきます。そこからもう火を弱めて、また1時間ぐらい。結局アクが出るっていうのは中までまだね、タンパクが凝固してるような状況の時出てくるので、それが終わったら一旦火を弱めて、コト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 2、3時間また炊いていく。これだけでも6時間もとか、ベーススープだけでも7時間かかるんで、その間に次の調理工程いきたいと思います。3つ目、茹でる。茹でると煮る何が違うかっていうと、煮るっていうのは煮汁と一緒に食べる。で、茹でるっていうのは、茹でることによってアクを出したりとか。今回茹でていく食材は、何でしょう。寿商店の得意技。茹でると良質な油が出てくるんですよ。ラーメンっていうと背脂ってよく言うじゃないですか。魚はやっぱりあっさりしすぎだっていう風に言われたりするので、コクを出すために今回寿商店のラーメンにはこのクジラの本革使いますよ。だけどもこれ実はね、このクジラの工程が今回のラーメンの中で一番時間かかるんですよ。どれくらい時間かかるかっていうと24時間かかります。24時間、めちゃくちゃね、これ大変なので、今からやるとラーメンも伸びちゃうし、ベーススープの仕上がりとも合わないっていうことを見越してですね、私昨日から仕込みを進めておりました。ご覧ください。火を止めました。結構油浮いてきてると思うんだけど、これ白いのがアクなので、これ取り除いてよりクリアな油を作っていきます。で、出来上がったのがこれです。これがクジラの皮なんだけど、これ何ですかそれは。これはクジラの皮から取れた油、アクも全部抜いて本当にピュアな油だけを抽出したもの。これが今凝固してるんだけど、クジラの扱い難しいのは、結局クジラって哺乳類でしょ。哺乳類だから融点がね低いんですよ。海の中でその油がサラサラになってるような状態だから、ちょっと暖かいところに来ると油がもうデロンって
溶けちゃうから、結局あったかさとか暑さに弱くって、凝固する温度ってすごい低いものじゃないとダメなのね。なのでこうやってちょっとでも出しておくと、せっかくの良質な抽出した油が溶け出しちゃうので、もう冷蔵庫で保管しておきます。でこれを何に使っていくかというと、トッピングの背脂っぽくコクを出すのに使っていく。クジラでいうとコロって皆さん聞いたことあると思うんですけど、あんな感じのものが出ます。今回この茹でるっていう作業は、油と旨味っていうのを分ける作業を行う。ちょっとずつアクが出てきたので取っていきます。なんかさ、煮干しの頭とか内臓もつけたままでも雑味があって美味しかったりするんだけどね。結構声出しが出たりで、このアクも旨味だったりするんだけど、今回はやっぱりスープを楽しむラーメンっていうところでクリアなスープにしたいので、これはね丁寧にやっていきます。じゃあそろそろ昆布出します。よいしょ。まだアクが出るから、まだまだちょっと火は強めていきます。これで今ほとんどねアクが出なくなってきたので、一回ちょっと火を弱めました。本当に3時間ぐらい炊いていますが、これからね骨からの旨味っていうのを抽出していくので、ちょっと蓋をしてね、さらに2時間ぐらい煮込んでいきます。さて、いろんな食材登場してるけど、これもまた皆さんちょっとびっくりすると思います。何かわかる？皮ですよね。これ鮭の皮。ここに私は鮭の旨味が詰まってると思ってます。なので今回お刺身に使った残ったこの皮、アナログの仕事ってやっぱ魚を隅々まで使い尽くすっていうのがやっぱりこういう手仕事だからできることだと思うので、この皮を美味しいトッピングにしていきます。ということで4つ目の手法は揚げる。これ鮭の皮もちょっと手間をかけまして、干すことによって旨味がぐーっと最高の状態になってくるので、水分飛ばしてね、揚げるときは煮ると違って油が媒体になるので、高い温度で揚げたとしても旨味が外に逃げることはないんですよ。なので揚げる前の状態で旨味の最高値にしておくっていうのがすごい大事だから、一旦干してこれを揚げていきます。これにも24時間かかってますから、ここまで。鮭の皮っちゅうのはな、揚げるんだよ。師匠、暑いです。この危険な祭りの後にみんなの幸せが待ってる。それの祭りぐらいして、これが師匠、一番遠いじゃないですか。これ一番遠いところに。花火は遠くで見た方が綺麗。まあ物は有用ですからね。揚げるときは気泡をしっかり見てね。師匠、もっと近くじゃないと気泡が見えませんよ。目いいから。今どうですか？どんな感じですか？下は上がったんだけど、表面ひっくり返すとまた一林来るからね。いくよ。はい。師匠、これ300人前揚げるんですよね。みんな本当に美味しく食べてくれよ。あ、いいね。これを何に使うかってとこなんですけど、これをねぐしゃぐしゃにします。これはここにちょっとだけね食塩を足して川塩っていうものを作ってみました。これを皆さんにラーメン召し上がるときにトッピングでお好みで自分の好きなタイミングでかけて、この食感カリカリ、そして鮭の皮の香ばしさ、うまみっていうのをさらに足して楽しんでほしい。最後まで。今からベーススープ、これね全く調味はあんまりせずに使っていこうと思ってます。これにラーメンの味付けですね。調味は何にしていくかっていうと、返しを作ります。これねだしめちゃくちゃ強いものにしようと思っていて、醤油ベースでいきます。なぜなら私愛知県出身なんですよ。実は私去年から愛知県の発酵食文化振興協議会の有識者として委員をね務めてるんですよ。愛知県って発酵食すごいじゃないですか。まず味噌のイメージみんなあると思うんだけど、味噌でしょ。でそれ以外にみつかんさんとかもあるけれども、みりんだったりとか醤油、たまり醤油で日本酒もいっぱいあります。こういう発酵食の文化がもっと全国に知れ渡ってほしいっていう中で、私が今回チョイスしたのはたまり醤油。たまりっていうのは味噌を作る時に大豆のから抽出されたものが溜まって、そこに溜まったからたまり醤油っていうね。これ大豆の旨味がむちゃくちゃ強い醤油なんですね。なかなかたまり醤油を醤油ラーメンに使うっていうのはあんまないかもしれないけど、私はこれ作ったらめっちゃ美味しかった。
あと三河みりん、変な甘みの入っていない本当のみりん、こっちの地方ね、この2つをバンと合わせてガンと出汁の強い返し作っていきます。もう全くの清酒使っていきます。ここにみりん、三河みりんはね、本当に上品な甘さと香りで、最後に愛知のたまり醤油。色が濃いけど味は決してね、塩味は強くないんですよ。たまにうまみが強いって感じ。しっかりアルコールも飛んで醤油も入れたら、ここに入れるは鰹節。こっからもう一種類お出汁が出るものを入れるんだけれども、それもねマル秘にしときます。これ全部バレちゃうとね、やっぱり企業秘密ですから。私のこの1年間いろいろ考えてきたものがねありますからね。食べて分かったら教えてください。正解だったら正解って言いますから。はい、これネギをねスライスして鍋に入れます。これトッピングに使うんだけど、もちろんここにも魚介入れていきます。あさり、ここにお酒、ということで最後の5合目、蒸すっていう工程です。蒸すっていう工程ってね、揚げると同じぐらい短い時間で素材に火を入れることができるので、こういうね貝とか硬くなっちゃいやすいものの旨味を最大限に抽出するには最高の調理方法です。そして蒸気を媒体にして加熱をして100度以上になることから、この旨味もしっかり閉じ込まる。さらに酒蒸しは旨味がお酒の方にも染み出る。ネギにこのあさりの旨味をしっかり染み込ませることによって、あさりとネギをこのラーメンにトッピングした時に最高のあさりの旨味が、香りが満開になるんじゃないかなというトッピングでございます。これで5本すべて紹介しました。最後は麺を茹でてラーメンを盛り付けていきましょう。酒蒸し完成。ついに完成しました。クリアでしょ。色がすっごい出た。ということで7時間かけたクリアな焼き鯛の魚骨スープ、これと返しを合わせてラーメン盛り付けていきます。楽しみ。いくよ。うわ、めっちゃいい匂い。よいしょ。スープはうわー、すごい、香りがやばい。究極の魚骨スープ、やっと完成しました。食べよう。麺茹でよう。今回麺もちょっとこだわって、うちがねいつも頼んでいる焼きそば麺を作ってくれてるところにね、中華麺を作っていただいてます。この麺がまたうまいんだ。これを茹でます。よし。めちゃくちゃいい香り。これクジラの油。魚や究極の焼き鯛だしとあさりのうまみ、魚骨ラーメン極み、完成です。お疲れ様でした。本日もお魚さんに感謝をして、そして魚という食を提供してくださるすべてのアナログの仕事に感謝をしていただきます。お腹すいた。おーやばい。私さ、昔一回学生の時にどっかで食べたラーメン、醤油ラーメンがめちゃくちゃ美味しくて、高田馬場だ。その味を永遠に求めてたんだけど、これ超えてきたわ。ごめん、今まで食べた醤油ラーメン過去最強かもしれん。やばい。何が良かったんだろうこれ。裏話すると、クジラの油を入れたらっていうアイデア社長から出てるんだよ。クジラって臭みがあったりするから、好き嫌い出るから嫌かなと思っ
思ったんだけど、今回の油の抽出する時にめちゃくちゃ綺麗にアク抜いたのね。それがクジラの多分濃厚さ、多分これがなかったらちょっとさっぱりしすぎてたのかなっていう感じはするんだけど、コクがすっごい出てる。ベーススープがめちゃくちゃとにかくうまい。で、あとたまりの返しがいい感じで甘みが出てて、大豆の旨味ってちょっと甘いじゃん。最後飲んだ後に最後にゴンってくる感じ。深い。5段階ぐらいくる。5法だもんね。麺が美味しいこれ。これをみんなに味変でね食べてほしい。これ最初から入れとくとこのカリカリ感なくなっちゃうから、やっぱり食感も旨味の一個じゃん。私がやけどを負いながら作る鮭皮塩。食べたらわかるよこれ。これ入れとくとうにゃってなっちゃうけど、麺の上にちょこっと乗せてカリカリ感をこの麺のもちもち感と一緒に味わう最高の食感。口に入れてこの皮塩が入った時に塩味より先に鮭のこの香ばしい香りが来るんで、次に塩味が来て最後に噛んでると鮭の皮の旨味がグッとくる。でそれがスープと絡んですっごいなこのラーメン。吸うじゃんこれ乗せて。鮭っていう体中に鮭、全然臭くない。やっぱ調理って大事だわ。魚のポテンシャルもちろん大事だけど、実はこのタイって私たちが毎日仕入れをしてて、お刺身で提供したりする残る中骨なんだよね。でこれを普段だと焼いてねフレークにしたりとか使うんだけど、出汁を取るっていうのはすっごいいいね。だってフレークだとすぐなくなっちゃうけどさ、スープ何倍飲めるのって話じゃん。適切な調理方法で美味しさを出すとこんなにも贅沢なラーメンができるんですね。美味しかった。ごちそうさまでした。これ重くなさすぎて2杯ぐらい食べれそう。ヘルシーだよね。クジラの油って体にね残らないから体にめちゃくちゃいいし、全然胃もたれしない感じの。でも味としてはさっぱりしすぎず濃厚で、なんか新たなジャンルになったんじゃないかなと思います。このうまみ魚骨ラーメン、先ほどもお知らせした通り11月2日3日の2日間限定で、もうちょっとね私正直仕込めないです。これ以外もう一回やってって言ってもちょっと1週間ぐらい仕込みかかると思うんで、私の仕事全部潰してでもうこれきりでいきたいと思いますので、ぜひ日程空いてれば皆さんぜひぜひこの汗と涙の結晶の魚骨ラーメン食べに来てください。で感想を教えていただきたいなと思います。かなり自信作になりましたので楽しみにしててください。ということで魚屋の森でした。今日もありがとうございました。お店で待ってるよ。